ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。オーストラリアグランプリ予選、角田裕毅8番手、信じられないパフォーマンスとマルコ称賛。リカルド18番手でポテンシャルの限界と告白の話題です。オーストラリアグランプリ予選でビザキャッシュアップ RB の角田裕毅選手は8番手、チームメイトのダニエル・リカルドは18番手と、角田選手は3戦連続でリカルドを上回りました。アストン・マーティンの2台を抑え、決勝ではメルセデスのラッセルと同じ4列目のグリッドになりました。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは角田選手の予選での取り組みを、あれは信じられないパフォーマンスだと称賛しています。一方、リカルドは今回の予選ラップは手応えを感じているものでベストラップだったと言っていますが、その予選ベストラップでさえ角田選手に及ばなかったことに、リカルドは戸惑いを隠せていません。リカルドはマシンには満足しているが、いつも以上に苦戦していると感じているようです。角田選手は2024年末で契約が切れるため、2025年以降のシート確保のために彼らが考えてくれるといいんだけどね。同時に他のチームにもパフォーマンスを見せたいと予選後に話しています。マルコは予選前日に RB のコンビである角田選手とリカルドに対して、レースでは遅すぎると檄を飛ばしており、角田選手は何としてもポイント圏内でのフィニッシュをしたいところです。オーストリアのサーバス TV のインタビューで、マルコは角田選手の予選での取り組みを称賛しています。またトップ10でフィニッシュした。あれは信じられないパフォーマンスだ。彼はミスなく常にそこにいた。スピードはあるのだからポイントを獲得できることを願っている。最初の2レースもそうだったからね。それは素晴らしいことだ。上位5チームは非常に強力なので、それでもなんとか入ることができる。信じられないほどの成果だ。マルコは予選前日、RB の角田選手とリカルドのコンビをレースでは遅すぎるとポイントが取れていないことを嘆いていました。スカイドイツでマルコは次のように語っています。今のところリカルドは少し遅れている。しかしこう言ってみよう。角田の予選スピードは問題ない。しかしレースではどちらも遅すぎる。マルコは最初の2レースでポイントが稼げなかったのはあってはならないことだと考えています。最初の2レースで1ポイントずつは可能だったと思う。トップ5の後ろでポイントを獲得するのはとても難しいし、チャンスがあればミスは許されない。絶対的に正しい順序で決断を下さなければならないんだ。マルコは角田選手にはスピードはあるのだからレースでポイント獲得をしてほしいと願っています。角田選手にはプレッシャーのかかるオーストラリアグランプリの決勝レースとなりますが、マルコの厳しい指摘を乗り越えてなんとかポイントを獲得してほしいですね。角田選手はオーストラリアグランプリでリカルドを再び上回ったことで、他の F1 チームに対して自分の価値を高めたいと考えています。モータースポーツ .com によると、角田選手は次のように話しています。彼らが考えてくれるといいんだけどね。同時に他のチームにもパフォーマンスを見せたい。ドライバーとしての自分の価値を高めたいし、自分がかなり強く戦えるということを示したい。レッドブルがどうなっているかはわからないけれど、彼らが強く考慮してくれることを願っている。この2レースはマシンのパフォーマンスを引き出すことができた。10位前後で安定している。今やっていることを続けるだけだ。レースでは全てをまとめなければならないと思う。ここ数戦はフラストレーションのたまるレースばかりだった。だから今はレースでミスをせず自分たちに集中するだけだ。今シーズンリカルドは
好調なパフォーマンスを示していれば2024年末で契約切れになるセルジオ・ペレスに代わって2025年にマックス・フェルスタッペンの隣のシートを獲得することが有力視されていました。しかし現実ではリカルドは RB のチームメイトである角田選手に2024年に入ってからの3戦全てで負けています。リカルドは2024年 F1 シーズンの予選ベストラップでさえオーストラリアグランプリで角田選手のラップに及ばなかったことを認めています。リカルドは予選 Q1 を12番手で通過し無事に Q2 進出を決めていたように見えたところトラックリミットでラップタイムの取り消しになり18番手まで順位を下げることになりました。しかし実際にはペナルティーがなくても角田選手のペースには及びませんでした。角田選手は予選8番手まで順位を上げました。今季の全てのレースで角田選手に完敗しているリカルドは角田選手に及ばなかったことに戸惑いを隠せなかったそうです。角田選手との差には驚いていたようです。モータースポーツ .com によるとリカルドは次のように話しています。ラップ自体は満足している。僕としては全てを出し切った感じだった。でも勇気と比べるとまだ十分ではなかったと思う。あのラップが何を意味するかは分かっているからね。だからいいラップだったと思いながらラインを越えたんだ。明らかにタイムは削除されてしまったけどラップ自体は間違いなく今年最高の予選ラップだった。 Q2 に向けてはどこにタイムがあったのかわからない。トラックエボリューションでは明らかにコンマ2秒は縮めている。でもコンマ6秒や7秒はないだろう。ターン4の時点で自分が戦っていることは分かっていた。そしていつもよりも縁石を取ったのを覚えている。だからいつもより幅が広かったのは分かっていた。でも不思議なものでそうしているうちに第5コーナーが終わった時にはもうそのことを忘れていたんだ。だからそのまま周回を重ねた。ピエールに正直に言われた時にはすっかり忘れていたよ。だからそれを理解するのに時間がかかったんだと思う。リカルドはメルボルンのマシンに満足していると話しています。ブレーキングやバランスなど全てにおいて自信がある。だから例えばマクラーレンでのようにここではマシンをプッシュできないというような自信のなさはない。コーナーのスピードによっては単純にそのスピードに乗れないこともある。4輪のスライディングに関してはギリギリのところにいる感じだ。だからバランスが取れている。そして今僕はそのポテンシャルの限界にいると感じている。サウジアラビアの後車全体でいくつかのことが見えたんだ。そしてより良くなったように見えた。というのも僕が言ったようにかなり満足している車の中でいつも以上に苦戦しているように感じるんだ。もちろんリカルドはレースを諦めているわけではありません。タイヤが消耗して2ストップになると思うからその分チャンスも広がるだろうしタイヤがもう少し良くなれば何か得られるかもしれない。ビザキャッシュアップ RB はウィリアムズ、キック・ザウバー、アルピーヌと同じく2024年のコンストラクターズランキングでまだ得点を挙げていないチームです。オーストラリアグランプリの決勝は昨年よりタイヤのコンパウンドが1段階柔らかいピレリの選択で今年は2ストップが主流になるのではないかと予想されています。赤旗などが出る可能性もあります。サウジアラビアグランプリのケビン・マグヌッセンのように後方から来るライバルチームのドライバーを抑える役割をリカルドができればチームとしてもポイントが獲得できるチャンスは広がりそうです。角田選手の後方にはアストンマーティンの2台とメルセデスのハミルトンがいます。この3台のうち2台は抑え続けないとトップ10でポイント確保はできません。
ちょっとリカルドのポジションが角田選手より離れているため、その役割ができるかどうか分かりませんが、その機会があればチームとして対応してほしいと思います。角田選手とビザキャッシュアップ RB チームの今季の初ポイントに期待したいですね。オーストラリアグランプリ予選、角田裕樹8番手、信じられないパフォーマンスとマルコ賞賛、リカルド18番手でポテンシャルの限界と告白の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。